今回歩く横須賀の町は京急氷見駅から徒歩5分ほどの場所にある氷見の浄水場、その西側の町を歩いてみようと思います。住宅がたくさんあるのは東側、西側は住宅がまばらな傾斜地になります。ずいぶん前に1回歩いたんですけどね、最近歩いていなかったのでまた久しぶりに歩いてみました。浄水場に上がる長い坂道の脇に小川が流れてますので、こちらから歩き始めようと思います。氷見の浄水場に登る坂のふもと、西氷見の2丁目です。この辺りは浄水場を境に住所が分かれていて、この辺りが西氷見の2丁目ですね。反対側が東氷見の2丁目になります。まずはこの辺から歩き始めますが、左手の小川にちょっとした橋がかかっていて、渡れるようになっていますね。ただ渡った先はコンクリートの擁壁でがっちり補強をされています。この崖の上にある氷見の浄水場、かなりの急傾斜地の上に建てられていますね。ずーっと左手側、斜面がコンクリートの擁壁でずーっと向こうまで続いています。右手側は住宅地になっていて、右手側、谷底の住宅地のような感じでしょうかね。谷の中央に少し広めの道があって車も入ってこれる大きい道があります。今歩いている小川沿いの町は大きい道から一本裏に入ったような道ですかね。左手上の方に崖ギリギリの住宅が建てられていますね。この左手の崖の上には氷見の浄水場まで上がる長い坂道がずっと通っています。しかしこの左手の崖はかなり曲がりくねった崖をコンクリートで補強しているんでしょうね。コンクリートの構造が複雑な曲線を描いていてなかなかかっこいいですけれども、その上に植物が生えていてすごく独特な感じがしますね。擁壁の上に細い青いパイプが通っていますが、あれは水道管ですね。一般家庭に多分水を送る水道管が擁壁の上に出ていると思います。この上が氷見の浄水場、かなり木がたくさん生えていますね。竹でしょうかね。かなりこの辺竹やぶが多かったりもします。秋の紅葉で、黄色くなった葉っぱがかなり目立ちますね。左手小川が流れていますが、この橋を渡った先、長い階段がありますね。住宅地かな。左手側この階段ですが、正面に急傾斜地の注意看板が出ていますね。ここは入れるのかな。ちょっと行ってみましょうかね。看板を見る限り、大きいアパートがあって、その周りに3軒ほどの戸建ての住宅があるようです。ちょっと登ってみましょうか。この階段もなかなか年季の入った階段ですね。ブロックの間から草が生えております。左手は格子状のコンクリート擁壁、その上にあるのがアパートでしょうかね。かなり細い道が続いておりますが、ちょっとしたスペースなんでしょうね、おそらく。谷間の崖の、中央ぐらいにくぼんだ場所があって、そこを住宅地として活用しているんだと思いますが、階段もなかなかひびが入って年季を感じますね。右手側には、手作りのようなパイプの手すりがつけられていますが、かなり細い階段が上の方まで続いていて、ちょっとかなり細いですな。これはちょっとかなり細いので、この辺までにしておきましょうか。多分この先は2軒ほど住宅が、個人宅があるんだと思いますけどね。ちょっとこの辺りにしておきましょう。下のコンクリートかな、アスファルトかな。かなりひびが入っていますが、多分お住まいの方が直しながら使っているんだと思います。かなり長い階段を登った先にある小さな窪地の住宅地という感じでしょうかね。
正面右手にも長い階段ありますが、これも先ほどの地図を見る限りだと個人宅用の階段でしょうね。今お住まいなのかな。この辺り、こういったちょっとした空き地を住宅地として活用するぐらいに、昔は住宅需要があったんでしょうね。明治から大正、昭和にかけて、おそらく軍港の発達とともにこの辺も人口が一気に増えた場所だと思いますけれども、そういった時に、人がたくさん増えて、こういった場所も住宅が建てられるようになったんだと思います。それ以前から、明治以前から人は住んでいたと思いますけどね、それ以前に比べてかなり爆発的に人口が増えたんだと思いますけれども、さらに先へ進んでいきましょう。小川の上に蓋がされていて車が止められたり、あと資材が置かれたりしてますね。左手は何か足場の資材が置かれています。これはもしかしたら右手の工務店さんか何かかな。お仕事に使う資材が置かれているんだと思いますけどもね。はい。で、正面はちょっと切り立った斜面の住宅地が見えてきました。今歩いている道、右手に行くと、蛍の里というさらに奥まったヘミの集落まで行けるんですけれども、今日はここ左手に曲がります。左手に曲がって、ヘミの浄水場のある山の方までさらに進んでいこうと思います。こちら側にまばらな住宅地が斜面に沿って作られていますね。結構古そうな石垣。階段もなかなか古そうで、しかもこの階段も長いですね。長い階段が個人宅に向けて多分作られています。こちらの階段も登って抜けることはできるんですが、今日のところはこちらには行かずに左手の坂道の方を上がっていきましょうかね。なかなか素敵な住宅もあったりしますけれども、こちらの坂道を登って、浄水場の山の方を進んでいきましょう。正面の山の上には浄水場の建物、ヘミの総合管理センターの建物が見えますね。谷の上には浄水場で、谷の下には集合住宅のような建物あります。こちら以前はおそらくヘミの浄水場の建物だったと思うんですけれども、今はザ・ベースアパートメントという風に地図には書かれています。e スポーツですとかアーティストに提供するための管理された場所がこの谷の底に今は設けられているようですね。谷底にはザ・ベースアパートメントで、谷の上には浄水場で、この今歩いてる道ずっと多分山の上を伝って、丘の上まで行って、ぐるっと弧を描くようにして、丘の上のヘミの浄水場、あちらの方までずっと続いているんじゃないのかなと思って以前上がっていったんですけれども、結局道はつながっていなかったんですよね。途中で途切れていて、今日ちょっと元気があれば道を散策してみたいものですけれども、地形的には上までつながっていそうなんだけども、道は途中で途切れているんですよね。この辺までバイクが入ってこれるようですが、ここから先かなり傾斜がきつくなって、もうほとんど、バイクですとか車はもう全く入れないような土地になりますね。階段で構成をされた斜面の町に徐々に入っていきます。この辺の左手のお宅とか結構大きいですけどね。右手側にも細い階段が枝分かれしていて、多分この右手側の階段は個人宅に続く階段だと思います。多分上の住宅とかはこの細い階段を登らないと家までたどり着けないといったような建て付けのお宅なんでしょうな。しかしこの右手側の石垣いいですね。古そうでかっこいいですね。なかなか重厚な作りをしています。正面の右手にはこちらも集合住宅がありますが、先ほどの集合住宅よりも一世代古そうな昭和の感じのする集合住宅ですね。坂の中腹から枝分かれして集合住宅の2階に続く橋が架けられています。でもこちらのお宅は今も人がお住まいのようですね。
なかなか小綺麗な感じの集合住宅。上は何でしょうね、小屋みたいになってるのかな。まあそれにしても上でカラスが随分鳴いていますな。ちょっと不吉な感じもしますけれども、さらに先へ進んでいきます。正面にはこれもちょっと昭和感のあるお宅がありますね。まあただこちらはまあ空き家でしょうな。手前にかなり植物が生い茂ってますけれども、この黒い葉っぱの植物、多分自然には生えない庭に植える観葉植物みたいなやつだと思いますけどね。もしかしたら以前お住まいの方が庭に植えていたものが今でも生えているのかもしれません。だいぶ建物の壁にも植物が生えている。人が住まなくなって結構年月が経っていそうですね。で、向こうにはヘミの浄水場の施設にあるヘミ総合センターの、建物が見えておりますが、ちょっとカメラの調子がカクカクしました。結構新しい建物なんですね。ついついヘミの浄水場って言っちゃいますけど、今はもう浄水場としての機能はなかったかと思います。古い、浄水施設を展示するような形で、施設が昔の施設や建物がそのまま置かれているとは思いますが、浄水場の機能はもうなかったんじゃないのかなというふうに思いますけどね。こちらのお宅とかは以前浄水場が現役で活躍していた頃から建っているんでしょうかね。徐々に建物が少なくなってきました。正面にはまたコンクリートの土台のような構造がありますね。この上には以前は住宅が建てられていたのかな。だんだん廃墟みたいになってきましたけどね。この左手のコンクリートの構造、階段が左手側ついていますな。階段がここから、階段があるので、多分以前はこの上に住宅があって玄関先までの階段だと思うんですけどね。今も住宅あるのかな。かなり植物で埋まっていて、ちょっと上の様子はわからないですけどね、コンクリートの構造だけが坂の途中に残っています。左手側はかなり厳重にコンクリートで、土台が作られていますが、右手側はむき出しの土の斜面ですね。土の斜面にかなりたくさんの笹が生えていて、道の方までこう覆いかぶさるように植物が生えています。左手側はまた古そうな住宅がありますが、左手のこの丸い植物も以前庭に植えられていたような植物なんでしょうかね。なんかちょっと可愛らしい植物も生えております。さらに階段は上の方まで続いていますが、もうかなりこの辺まで来ると森ですね。森のようになってきました。右手側、家の門柱がありますな。門柱はあるけど建物はないのかな。消火器がありますけれども、建物は見当たらず緑に飲まれ、その向こうに一軒だけ、住宅の屋根がちらっと見えましたけどね。あちらの方はお住まいなのかな。ちょっとこっちの坂をさらに先へ登っていきましょうかね。もうこの辺まで来ると、もうコンクリートの補強とかされていないむき出しの土の斜面ですね。ずっと土の斜面。ただ手すりはしっかりついています。階段に手すりがちゃんと整備をされていますが、この左手側は門が開いているけど、これはお住まいなのかな。なかなかこれも古そうなお宅ですね。ちょっと上品な平屋が左手側あります。家に入る手前のこの岩肌むき出しの感じがなかなかワイルドですけれども、ここも手すりはありますね。右手側、今度は手すりが右手側になりました。でもこの右手側の手すりはほぼ完全に草に埋まっていますね。結構上の方まで来ると右手側の斜面は特に草がかなり生い茂っていますな。古い地図を見るとこの辺畑がたくさんあったんでね。この左手のお宅も空き家かな。右手側
もしかしたら以前は農地だったけど今使われなくなった土地がこう草がたくさん生えてかなり植物が生い茂っているのかもしれないですけどね。かなり右手側植物の量が多いです。ここはお住まいですな。はい。で、急傾斜地の住居があるエリアを抜けて、ここから先は完全な山道ですね。完全な山道に入ってきました。一応足元、人が入った形跡、歩いた形跡はあって、うっすら道にはなっているんですが、周辺、そして道にも笹のような植物がたくさん生えていて、かなりちょっと進みづらいですね。かなり進みづらいですが、多分ここをまっすぐ進むと、浄水場の施設までつながっているんじゃないのかなという気がするんですが、ちょっとやっぱり進めないかな。浄水場の建物とか、あとお隣の山、塚山公園とかがある山までつながっていそうなんですけどね。地形的には尾根伝いにそちらの方まで行けそうなんですが、かなり道なき道、植物がかなりたくさん生えているので、カメラを回しながら進むのはちょっと難しそうですかね。木が倒れていて、その先に細い道っぽいのがあるんですが、ちょっと難しいですかな。今日はこの辺まででしときましょうか。ちょっとさっきの道まで引き返そうと思います。右手側、結構崖なのかな、この辺。植物が倒れたりしてますね。左手側も、左手側、上に登る道があるのかな、これ。こっちが元来た道ですが、左手側、うっすら道っぽく見えるんですけどね、どうなんだろうな。木と木の間を縫うように、なんとなくこう足場のような土手の道のような感じにも見えるんですが、ちょっとこっから先も進むのは難しいでしょうかね。斜面が崩れても怖いですから、今日のところはちょっと元来た道まで戻りましょう。いずれこの辺の山も開拓したいなとは思うんですけどね。ちょっとここから元来た道に戻ろうと思います。以前に来たのは夏だったんですが、夏はかなりこの辺クモの巣が張って、あと地面がぬかるんだりしていて、もうその時も全然進めなかったんですが、冬に来るとちょっとあれですね、そんなにぬかるんでいない、以前よりは歩きやすい感じがします。右手側岩のようになってますね。岩のような斜面に植物がたくさん生えています。はい、先ほどの道まで戻ってきました。よいしょ。なかなか大変ですが、右手側のお宅は空き家かな。でもこう登ったり降りたりするときにはあれですね、手すりが整備されているのはいいですね。あとこの辺上の方までちゃんと街灯が整備をされているのはすごいですな。この辺も多分夜になったら街灯の明かりがつくんでしょうね。かなり山の上ですけれども、氷見駅から徒歩10分ぐらいの場所ですからね。そんなに言うほど田舎ではない。こちらのお宅もかなり古そうですが、結構立派ですね。家の前に井戸がありましたけれども、以前は大家族が暮らしていたりしたんでしょうか。なかなか立派な平屋が、おそらく空き家だと思いますけどね、建てられています。さて、ちょっと下まで降りていきましょうか。左手側は土のむき出しの斜面、右手側にはこうパイプが突き出していますから、多分この右手側も以前は住居があったんでしょうな。
パイプですとか水道管が、斜面に、突き出ていますが、かなりそれも植物が覆っていますね。地図を見るとこの辺から左手の方の斜面に登れそうな道が記されてはいるんですが、ちょっとかなり植物に埋まって見えなかったりするのかな。あんまりここから左手側に行く道とか見当たらないですね。この左手側は多分戦前戦中戦後にかけて、畑があった場所だと思うんですよね。結構大きい畑があったのが昭和、戦後すぐ、60年代70年代以降ぐらいかな、畑として使われなくなったっぽく、こう徐々になくなっていく様子がこう航空写真で確認できるんですけれども、ただ今でもお住まいの方はいらっしゃって、この左手のもう一段高くなった斜面の上に先ほどの階段まで戻ってきましたね。そしてここにも街灯がありますね。右手結構厳重な柵がありますな。あの柵の向こうは急斜面だったりするのかな。これ左手に行く道がどこかにあると思うんですけどね、なかなか左手の方、上から見ても数軒の住宅があるので、おそらくこの先ぐらいから左手に折れる道があると思うんですけどね。どうかな。この辺はかなりもう完全に植物で埋まってますね。しかし細長い階段だな。昔はもっと人通りがあったんでしょうけどね。ただ人がすれ違うのもなかなか難しいぐらいの太さの階段がずっと谷を横断しております。縦断かな。はい。ここ左手階段あるか。ここ枝分かれして、階段ありますね。ちょっとここ登ってみましょうか。多分数軒のお宅があるんじゃないのかなと思うんですよね。ちょっと行ってみようと思います。よいしょと。ここもさらに細い階段ですね。先ほどの上がってきた階段よりもさらに細い階段ですが、右手側にはかなり大きなお宅がありますね。かなり大きなお宅があって、上の方にも階段が枝分かれしていて、上のコンクリートのブロックも多分住宅の基礎だと思いますが、でも上の住宅は見当たらないですね。壊されたのかな。右手側は家の玄関のようになっていて、ポストもありますから、この門からさらに先に進んだところにはもしかしたら住宅が建てられているのかもしれないですね。左手側は石段のコンクリートじゃない階段がこっち側ありますが、これ手前はポストかな。でもここも家の跡とかあんまわかんないですね。この先はお住まいなのかな。なんとなく人が行き来した形跡はありますが、こっちの斜面のメインの道はこの階段でしょうね、おそらく。さらに先へ進んでみましょう。かなり植物がドーンと元気にはみ出していますな。かなり土の斜面になっていますが、でもこの左手側は石垣が作られていますね。これもかなり古そうな石垣ですけれども、で右手側には住宅がありますな。お住まいじゃないのかな。これもかなり昭和な感じの住宅が右手側ありましたね。地図で見るとこの辺か。この辺数軒のお宅があって、住宅建てられてますね。はいはいはい。で、奥でなんか作業をされている方がいるか。向こうの方になんか人影があります。なんか地図を見るとこの辺に住宅が数軒固まっていて、ここからさらに左の方に曲がる道があったっぽいんですが、でもあれか、左手側は草で埋まっていますな。ちょっとこの先
お住まいの方が作業をされているので、ちょっと今回は引き返そうと思いますが、多分この先行った先は行き止まりだと思いますね。で、この辺の斜面は以前は戦後すぐぐらいは農地だったと思うんですけれども、今はかなりあれですね、野生の植物に覆われている感じなんでしょうね。左手側空き家かな。お住まいではないっぽいですけどね。ただはしごかかってるな。もしかしたら直している途中かもしれないですね。はい。じゃあちょっと元来たこの細い階段を下っていきましょう。この急な細い階段にもちゃんと手すりがついてるのはいいですね。ただあれか、この奥にお住まいの方は多分、ふもとと行き来するのがこの階段しかないですからね。そう考えるとなかなか、今の暮らし向きからすると、ちょっともしかしたら大変なのかもしれないですけれども、ご苦労もあるんじゃないのかなという気もしますが、かなり急な階段が下まで続いていて、反対側の丘の上には氷見の浄水場総合管理センターの建物が見えますね。今日は秋晴れというかな、今日12月なんですけど、冬のいい陽気の綺麗な空が広がっていますね。向こうの新しい建物と相まってなかなかいい景色でございます。かなり急斜面ですよね。下の平屋のお宅の屋根が見渡せるぐらいのかなりの急斜面。落ちないように注意が必要ですけれども、無事に元来たこちらの階段まで戻ってくることができました。よいしょと。はい。右手側が先ほど前を通った昭和の感じのする集合住宅ですね。で、こちらの集合住宅の屋根の向こうにはちらっとヘミのタワーマンションが見えております。向こうの雲の感じも綺麗ですね。そして下り坂で見るこの左手の石垣もなかなか階段の湾曲に沿って、ぐねぐね曲がっているのがなかなかかっこいい感じがしますね。左手側かなりパイプがたくさん出ているので結構上に住宅があるんでしょうかね。この左側の石垣の上の住宅もかなり高い場所にあると思うので、きっと見晴らしがいいんだろうなというふうに思います。向こう側のヘミの方まで見渡せるんじゃないでしょうかね。タワーマンションの方まで見渡せるんだと思います。なかなか急斜面に作られた住宅地、景色は良さそうですね。また向こうの方にヘミのタワーマンションが見えてきました。多分もう少し早い時期、11月の後半ぐらいの後、この辺も紅葉が綺麗に見えたんじゃないでしょうかね。今年はちょっと11月12月忙しくてあんまり散策ができませんでしたが、この辺りきっと紅葉が綺麗なんだと思います。正面には先ほどのザ・ベースアパートメンツの建物が見えてきました。ここの左手側にも登っていく階段がありますね。これは使っておられるようですね。今12月の後半ですが、クリスマスの電飾が手すりに施されています。この辺は外国の方とかお住まいなのかな。日本の方か。結構外国の方で電飾に力を入れておられる方いますけれども、この辺はあんまり外国人が住んでいるっていう感じもしないですね。多分日本の方がお住まいなのかな。左手は車が入れるピロティになってますが、旅館かな。こんなところに旅館もっていう気がしますけどね。なかなか左手側は大きな建物が建てられています。で、先ほどの坂まで戻ってきましたね。坂まで戻ってきました。右手側はちょっとした公園になってますね。フェンスに青い動物のイラストが施された手すりがありますね。
左手側は先ほどの長い階段のお宅、上のお宅も古そうで綺麗ですけれども、下の石垣がまたこれは立派ですね。かなり風格のある立派な石垣が作られていますな。で、冒頭の小川にちょっとした橋がかかっています。この橋、4番橋って書かれてますけどね、1番橋から何番橋まであるんでしょうかね。あんまりちょっとその辺は詳しくないですけれども。はい。で、右手側には公園があります。西辺見公園という、谷底の、ちょっと谷底の広くなったスペースに設けられた公園。なかなか昭和の感じのするいい公園ですね。正面には鉄棒があり、反対側にはベンチも設けられている。私ここでよく休んでおりますけれども、公園まで来ましたので今日の散策はこの辺りにしようと思います。最後にちょっと上からよいしょ様子を見てみましょう。手前の緑になっているあたり、この辺が昔は農地だったっぽいんですよね。で、数軒のお宅が丘の上に作られています。谷の底にはザ・ベースアパートメンツという、建物がありますけれども、この辺が行き止まりだった山頂付近ですね。行き止まりの山頂付近を越えた先には、浄水場の施設があって、ここまではたどり着くことができませんでしたね。はい。ということで、今回はここまでで、終了にしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。